こんにちは。アニメ紳士です。今回は無色転生第2期第14話への視聴者の反応をご紹介します。こちらのチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。控えめに言って最高。クリフ先輩がイケメンすぎる。クリフ先輩株が自動的に上がったな。伏線はあったけど孫と祖母だったのは驚いたわ。クリフ先輩本当かっこいいわ。クリフが男だった。シルフとエリナは血縁か。世間は狭いな。パイセンいい男すぎんよ。やだ先輩いい男。 ED だったとは思えん。何見せつけられて。ゴムはした。そんなものはない。妊娠しにくい体質らしい。一応エルフだからか。なかなか複雑な家族関係になるのか。人間関係が意外と近すぎる。未来が見える相手に勝てるわけがなかった。ルーデース魔法なしでもこんな強かったの。ちょっと未来が見えるし。剣の師匠がパウロとギレーヌだなから。ルイジェルド忘れんな。ルイジェルドにそっち方面習ってたっけ。エリスと手合わせさせるくらいだからまあ。一応ルークは剣心流上級。ルークは中級じゃなかった。そんな強い設定なかったかと。中級だっけ。上級じゃパウロと一緒になっちゃうか。ルーク中級でよく王女守りながら生き残れたな。そういうのは結婚前にやらなきゃダメじゃないですか。なんでルーデウス勝てたの。描写なかったけどマガン使ったのか。剣王ギレーヌの下で3年くらい修行してたから才能ないけど普通に強いぞ。ただ剣の上位は人外だらけだからそいつらに比べると雑魚。そうか、子供大勢いるのか。あっちこっちに子供がいるんすね。エルフ的におねしょたになるのか。ここまで導入って感じか。でももし何かの表紙に元の杉田の姿に戻ったらそれでも愛し続けてくれるのかね。引き出物なかったのだけが残念だわ。あれでアスラ王国がやべえ国だってなるのが面白いんだがな。引き出物じゃねえお祝い品だな。隠し子どころか孫がいたら現実になくて許せそう。呪いの都合上親孫がいてもおかしくないからな。むしろいない方がおかしい。クリフは付き合い始めてから以降一度も男を下げなかったな。シルフィット愛してるぞ。髪はセニロングくらいが一番いい。本当に結婚式挙げただけで終わったな。エリスも嫌われないように修行しに行ったんだけど無言で出て行ったからまたインコになっちゃう。なんつうか逆男が死にたくなる話だった。それがおそらく作者の狙いだからな。死にたくなるならそうならないように現実で頑張れってことだろう。異世界で頑張れってメッセージしかないやろ。オープニング見た感じ今期で終わるの。終わらないの。今期はロキシー出るのか。あの二人が結婚したら友達が義理のおじいちゃんになるのか。なんか唐突な決闘もこの回のストーリー的に退屈なのをごまかすためにしか見えない。アニメだけ見てたら十分面白いんで問題ない。ルーデウスって剣の腕もここまで強かったのか。エリスに剣仕込まれた。エリス教なんてなかった。来週から何するんだろう。もう完全にヒロインポジ収めきってるシルフィ。序列1位様やぞ。毎回最終回ポインだがこのままズルズルやっていくん。先週に続きやたら終わり方が綺麗だよね。我々は一つの壮大なストーリーを見せられている。同居人増えてるな。メグミンですら実家の人間は屋敷に押しかけなかったのに。ロキシーのスピンオフあったよな。あれアニメでやらんの。かなり先の展開知っちゃったけど、もし今後そこまでアニメ進んだら大炎上するんじゃないかとか思ったり。もう最終回でもいいような展開だったけどオープニングで期待感が上がったな。エンディングも良いね。既読組だとちょっと泣ける。ルディが ED じゃなくてエリナリーゼとやってたら死ぬほどこんがらがってた。迷宮期待できそうで嬉しい。ていうか見せすぎでは。オープニング見直してみたがロキシーのとこからヒュドラセンのぐらいやべえ。マーチから入れるならそこだよな。無色転生ってこんなアニメだっけ。あまりにも平和すぎて泣けてくるんだけど。
ルーデウスが素晴らしい妻と友人たちに囲まれて幸せそうなの泣けてくる。はあ、マジで素晴らしい。原作読料勢として今日は泣きそうになるシーン多かった。内山由美さんとかやのんが一夜こらラブラブ演技してる横からボソッと心の声を出す杉田さんっていうアフレコの絵面想像すると自然と笑顔になる。ルーデウスとシルフィの結婚披露宴。日本の披露宴もこういう感じで自宅で少人数で行う。距離感の近いものなら良いのにと感じる理想の披露宴だったな。エリナ・リーゼさんのまさかのお話やルークとの決闘と内容の濃い30分だった。ルーデウスは性欲まみれの男だけど、彼が最も欲していたのはごく普通の家族だったのかなと思わせる回でした。ごく普通の家族って場合によってはこの世で最も希少なファンタジーかもしれないですからね。原作でなんか泣いた話だったけど、やっぱり泣いた。笑い。この物語はルーデウスのお話だけど、ルーデウスの家族と愛と友情の物語なんだよね。前世でああだったからこその家族愛。オープニング見てると救出までを描くんやろね。そうするとね、エリナリーゼがシルフィの祖母、結構すごいことをあっさりと。パウロの息子とエリナリーゼの孫が結婚。そしてクリフがエリナリーゼと結婚すると義理のおじいちゃん。いろいろとややこしい。大原ゆい子がマイクールごとに新曲を書き下ろしてくれるのはとんでもなく贅沢なことだと思う。コンスタントに作品テーマに合わせた新曲を出すのは想像以上に大変だろう。実際歌がテーマとなっている作品以外でここまでの曲数を提供する例って他にあるかな。14話神回だった。全部良かったけどアリエル様の声色と話し方から王女の圧感じてめちゃくちゃ良かったな。オープニングエンディング卑怯だよ良すぎ。エリナリーゼがシルフィを見て涙を流したシーン、ルークの後のアリエルのセリフなど何度も泣きそうになりました。良かったです。次回も楽しみにしてます。エンディング見てたら泣いちゃった。無色転生なんていやらしさの塊なはずなのに、なんだこの素敵な披露宴。エリナリーゼとシルフィの関係性には驚愕したし、クリフ先輩の一途な思いにはひたすら尊敬の念を抱く。少しばかりのトゲを抱えながら溢れんばかりの幸せに包まれる。エリとシルフィの結婚式、ついにここまで。エリナリーゼの招待とか、ルークが決闘申し込んでくるとか、七星さんまで出席するとか、30分にイベント詰め込みすぎて賑やかな回。このまま穏やかな日常が続けばいいのですが、新オープニング見る限り、平安な日常は遥か先のようです。決闘に勝利し護衛の任を解かれる。それは王女の護衛フィッツとして男性らしく生きた時からルディの妻シルフィとして女性らしく生きること、本当の意味でフィッツからシルフィに戻ること、髪を伸ばすという脚本にこの意味が込められてるのが深く完璧。シルフィが理想のお嫁さんすぎて泣けてきた。アリエル王女たちの気持ちも理解できる。ルーデウス、大事にしないと大変なことになるぞ。お祝いムードの中で発覚したリーゼとの関係。クリフが男前すぎて惚れそうになった。呪いの剣片付けてこっちも幸せになってもらいたい。シルフィ愛されてるな。そのシルフィに嫌われないようにしようっていうルディの決意。髪を伸ばす件、昔髪の短さで男だと思ってたシルフィに、可愛いんだからもっと髪を伸ばした方がいいんじゃって言ってて、フィッツではなくシルフィとして女の子らしくなろうとしてるのが。直球なサブタイトル、誰かを愛するとは、アリエル様やエリナリーゼ、クリフ先輩ら先達から教わるものも多く、かなり良かったですね。唯一気になるのは七星さん関係で、後々明かすのか隠し通すのか。二人の披露宴、前世から孤独を抱えた男が、愛する者を得て、自ら家庭を築いた光景が実に感慨深い。他方、愛に伴う責任や覚悟、そして婚姻による人や家との縁も感じる一話に、改めて本作は家族の、人のつながりの、壮大で素晴らしい物語だと実感する。この幸せがいつまでも続きますように。これは彼の男の一つの終着点だ。孤独の世界から意志と行動を持って、今や周りには嫁、友人、
チキがいる。これからも行動する。だから少し振り返ろう。見返りもなく愛され幸せに包まれていたブエナ村のあの時代が尊く感じる。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。